はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。外は寒くなり、そろそろ冬眠の季節ですね。今日はジビエシリーズです。熊のハツが手に入ったので、さばいて食べてみます。それでは早速やっていきましょう。これが熊のハツです。ハツは心臓です。取った日が書かれています。ハツ、令和4年10月11日、伝わる玄人感。熊が冬眠する時期は12月から4月頃と言われています。ちょうど冬眠前くらいの捕獲ですね。牛や豚と違い開いてないです。牛や豚の場合は出荷時に心臓を開いて病気などがないか確認するのですが、ジビエはまたルートが違うので決まりがないのかもしれません。大きさは豚とほぼ同じくらいです。匂いを嗅いでみましょう。毎回思いますが、熊の肉はあまり匂わないです。豚の方がもう少し血生臭さを感じるかもしれません。大きさで言うとパプリカくらいですかね。動脈がこう繋がってるのかな。中に膜があるから繋がってはないですかね。ホラー映画の顔のようにも見えます。こうやって顔じゃないのに勝手に顔っぽく認識してしまう現象をシミュラクラ現象と言います。皆さんも木の模様とか見て顔に見えたりしたことありませんか？それではこれから切り開いていきましょう。この状態で出されたら豚のハツと見分けがつきません。余分な筋は処理して周りの皮は柔らかそうなのでそのまま食べてみましょう。食べられるサイズにカットしていきます。触り心地も完全に豚のハツです。味付けをしていきます。今日は味噌と塩で食べていきます。味噌だれ、パプリカパウダー、ホワイトペッパー、ごま油を入れてよく混ぜ合わせます。次にボウルに熊ハツを入れてニンニク、塩、ブラックペッパー、ごま油を加えてよく混ぜ合わせます。お皿に盛り付けして完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はワイマーケットブリューイングのヒステリック IPA を飲んでみましょう。ブッチャーは IPA が好きでプライベートでもよく飲んでいます。IPA が生まれた背景には18世紀にイギリスからインドへビールを輸送する際、ビールが腐敗することを防ぐために大量のホップを入れたことが始まりと言われています。別の説ではもともとイギリスにはホップを効かせたビールがあってそれをインドに輸送したとも言われています。このヒステリック IPA はパッションフルーツ、シトラス、グレープフルーツ、ライチ、青リンゴのようなホップキャラクターが複雑に絡み合ったビールだそうです。見た目は濁っていますが味はどうでしょうかね。苦いです。ガツンと苦味がきます。アルコールは 7% と少々高めです。苦いビールが好きな人はたまらないと思います。これぐらい苦い方が酔わずに楽しめていいのかもしれません。それでは熊ハツ焼いていきましょう。しっかり中まで火を通したらいただきます。ジビエとかは特にしっかりと火を通すようにしましょう。熊の生食で食中毒が発生する場合もあるので注意しましょう。こう改めて口元に持ってくると熊の香りを感じます。焼くことで少し獣っぽさが際立ちますね。豚ハツと比べて少し弾力があります。豚ハツのコリコリしたバージョンといえば伝わりやすいですかね。塩と味噌を食べ比べてみましたが、熊のハツに関しては塩の方が合っていますね。味噌の方が臭みとか消しそうですが、塩の方が食べやすいです。ジビエで思い出しましたが、羊のゲップがニュージーランドで温暖化問題になっていますが、羊だけではないそうで、牛、羊、ヤギなどの半数動物は胃で餌を分解する際にメタンガスを発生させて、その9割以上をゲップやおならで出すそうです。メタンガスは二酸化炭素の温室効果が25倍もあり、温暖化に拍車をかけると問題となっています。家畜を育てないようにしましょうとは現時点ではなかなか行えないので、メタンガスを別のものに変える方が早いのかもしれません。50年後くらいに牛のおならは美容にいいとか研究結果が出たら状況は変わるかもしれませんね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。熊ハツいかがでしたか？熊の他の食べていない部位もぜひ食べてみたいです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。